Hey guys, this is the Next.js tutorial course. We are going to talk about てここ日本言うてな。はい、というわけで、こんにちは、トラハックです。はい、日本一わかりやすい Next.js 入門ということでね、新しいシリーズを始めていきたいと思います。よっ。はい、というわけでね、最初からちょっとふざけてしまったんですけれども、ああいう始まり方するプログラミングのチュートリアルとかありますよね。YouTube とかによく上がってるなと思って、少し真似してみたよってだけです。はい、それでですね、今回日本一わかりやすい Next.js 入門ということでね、シリーズを始めようと思った、きっかけとしては、さっきみたいにね、英語の情報ばっか、どこを探してもね、その Next.js に関しては、英語の情報が多いなと思って、なかなかね、英語のドキュメント読んだりとか、英語の動画を見るの辛いよっていう方がね、いると思うので、そういった方向けにね、今回、日本一わかりやすい Next.js 入門ということでね、動画を撮っていきたいと思っております。はい、ということで、この動画はね、React をだいぶね、理解をしてきたよっていうところで、さらにね、本格的なアプリケーションを作ってみたかったり、Next.js っていうこの React のフレームワークですね、これを使ってより効率的に開発をしていきたいよっていう方向けの動画シリーズになっています。でもしまだ React についての理解が浅いよっていう方はね、ぜひ僕の動画シリーズ、日本一わかりやすい React 入門っていうのがあるので、そちらからね、見てみてください。このシリーズは React についてはね、もうReact 入門シリーズの方で解説をしていた用語とかはバンバン出していって、そこについては詳しく解説はしません。で、このシリーズは基本的には、この Next.js の公式が出しているチュートリアル、このチュートリアルに基づいて解説をしていきたいと思っています。でね、このチュートリアルもね、やっぱり基本全部英語なんですよね。で、これを和訳してくれてる記事とかもあるんですけれど、やっぱりこの実際にこうやって、スタートナウみたいな感じでこうやっていくこの体験っていうのが一番いいかなと思っているので、基本的にはもうこのページを見ながら、僕がね、この英語、ここはこういうことですよっていうのを説明しつつ、さらにちょっとね、この Next.js のチュートリアルだけだと分かりにくいようなところに関しては、スライドを用いて解説をしていこうかなと思っております。はい、ということで改めまして、このチャンネルは、現在 Web エンジニアを目指して勉強してますよっていう方をね、応援しているチャンネルです。で、そういった方がね、僕の動画を見てより成長してくれて、結果的にIT 市場に優秀な人材が増えて、世の中のね、役に立つサービスとか面白いサービスっていうのがもっと増えたらいいなっていう思いで発信をしているチャンネルです。はい、というわけでね、本題に入っていきたいと思っています。Next.js ですね、すごく魅力的なReact のフレームワークだと思います。これに関しては別の動画でもね、詳しく語っているんですけれども、なんで Next.js 選んでるのっていうところですね。Next.js 選ぶ理由としてはね、こういった5点、もっと他にもあるんですけれど、5つにまとめると、こんなところかなと思っています。まずね、SEO に強い、SPA の開発ができると。でも SPA っていうのはシングルページアプリケーションですと。で、なんで SEO に強いかっていうと、Next.js を使うことによって使えるサーバーサイドレンダリングっていう機能だったり、あとは静的サイトジェネレート。この2つの機能を使うことによって、その Web ページ、Web アプリのコンテンツがしっかり用意された状態で、Google だったり、その検索エンジンのその評価をしてくれるロボットたちにそのページのコンテンツを見せることができると。だから SEO に強い、Web アプリの開発ができますよっていうところですね。であとはパフォーマンスを効率化する仕組みがね、この Next.js すげえんですよ。これに関しては、後々ね、詳しく語っていきたいと思っています。であとはルーティングがすごく楽ですね。React でね、SPA の開発をやったことがある方ならわかると思うんですけど、React ルーター使ってルーティングしてたと思うんですけど、あれね、いちいち書くのめんどくさいですよね。それも Next.js を使えば、もうそのディレクトリ構成によってそのまま自動的に URL を作ってくれると。だからある程度そのルールさえ決めておけば、ルーティングはもう勝手にしてくれるっていうところなんですね。これが本当にすごい。で、あとはですね、API の作成が簡単っていうところですね。Next.js はフロントエンドの React のね、フレームワークではあるんですけれど、ちょっとしたね、API、バックエンド側で API を用意したいなっていう時に、その同じ Next.js のプロジェクトの中に、その API 用のディレクトリみたいなのを切って、そこでNode.js でバックエンドの API を作ることができると。これがね、かなりね、便利ですね。そのデータベースの操作の部分とか、そういったところを処理してくれる API っていうのを作って、フロントエンド側からその API を叩きに行くと。そういう動きができるので、もうその Next.js だけで、フロントエンドもバックエンドも完結することができるという感じですね。もちろんその本格的にバックエンドを作りたいよってなったら別で管理した方がいいかもしれないんですけれど、
ちょっとした API の作成ならもう Next.js のプロジェクトの中で完結させてしまうっていうのが、個人的にいいのかなと思ってます。で、最後ですね、TypeScript を簡単に導入できます。もう最近のフロントエンドの開発だと TypeScript を使ってるのが、いけてるみたいな感じっていうよりは、もう TypeScript を使うことが前提になってきてる感じがしますね。なので、この講座のね、最後にもね、TypeScript を導入して、この Next.js のアプリ使ってみましょうっていうところはやっていきたいと思います。はい、ということで講座の構成なんですけれど、第9回までを予定してますね。で、これ一個一個ね、何かっていうと、もうこの Next.js のチュートリアルのね、これ一個一個ね、1回ずつやっていきますよっていうところですね。最初は今回講座の概要をお話ししていまして、次は Next.js の環境をね、まず作ってみましょうと。で、その環境を作ったら Next.js のアプリケーションで、ページ遷移。これがね、すごく簡単にできるんですけれど、それを実装してみますと。で、その次が画像、メタデータ、そして CSS ってちょっとカッコつけて書いてるんですけども、これね、ただ、これの和訳をしただけです。Assets、メタデータ &CSS ってね。はい、これは、この Next.js のアプリの中で画像を表示したりとか、あとメタデータですね。例えばページごとにタイトルを設定したりとか、メタディスクリプションを設定したりとか、これが Next.js はページごとに設定できる。そういった強みがあるので、その解説と、あとはスタイリングの部分ですね。スタイリング CSS はどう導入するのかっていうのを解説をしていきます。で、5番目、これプレレンダリングとデータフェッチング。これが先ほど言っていたパフォーマンスを効率化する Next.js の仕組みなんですけれど、これの凄さっていうのをね、スライドとか使いながら解説したいと思っております。で、先ほども言っていたダイナミックルーティング。ディレクトリとファイルの名前に応じてもうどんどんね、ルーティングしてくれますよっていうところですね。それの解説をしますと。で、また API を作ってみようっていう講座だったり、実際に作ったアプリをデプロイしようっていうのがあって、最後に TypeScript を導入しようという流れになっています。はい、そしてね、今回の、日本一わかりやすい Next.js 入門編ではやらないことっていうのをね、お伝えしておきます。先にね。基本的にはもう Next.js のチュートリアルに沿って解説をしていくので、トラハックなりのおすすめの環境構成とか、こういった設定がいいですよみたいな話はあんまりしません。基本的にはしません。もうチュートリアルにのっとって基礎をやっていくという形にしてます。で、基礎をやっていくので、じゃあ Next.js を使った実践的なアプリ開発。チュートリアルではブログをね、Next.js で作っていくんですけれど、じゃあそれをさらに実践的にするにはどうしたらいいのかみたいな話は入門編ではやらないですね。で、これはまだちょっと未定なんですけれど、もしかしたら、この講座がね、すごい評判が良かったら実践編やってみようかなと思っています。ただ実践編やるにもね、自分がじゃあ Next.js でアプリをね、デモアプリ作って、それをみんなで作っていくっていう形にしたいので、それなりに時間はいただくかなと思いますので、実践編も見たいよって方はね、ぜひコメントどんどん残していってください。はい。あと最後ですね、講座の内容以外の質問対応ですね。これは、コメントとかで、Next.js のこのチュートリアルに関する動画なのに、それ以外の質問とかをされても、すごく自分自身としては答えにくいですね。で、あとは、講座の内容だとしても、こう書いたのに動かないんですみたいなことをコードね、ブワーって書かれても、YouTube のコメント欄ってめちゃくちゃコード見づらいんですよ。申し訳ないことに。なので、ちょっとそういったところは回答がしづらいなと思っているので、で、しかもやってることって基本的にチュートリアルと同じなので、チュートリアル見てくださいっていう、そのサンプルコード見てください、ちゃんと確認してくださいっていう回答にほとんどなってしまうと思うので、あんまりね、その講座の内容以外の質問対応とか、もう見ればわかるでしょっていうところの対応はね、基本的にやらないっていう感じでお願いしたいですね。でもしそれでも、こういったこと聞きたいんだとか、じゃあ Next.js 使ったら、他にどういうことできるんですかとか、こういうアプリケーションとか作るのどうですかねとかね。あと Next.js の市場価値というか、Next.js を使えるようになって、で、こういったアプリを作りました、こういったアウトプットしました、これで就職とかどうですかみたいな、そういうキャリアの話とか、そういったことを相談したい場合は、僕がね、学習コミュニティ運営してますので、そちらでね、ぜひ質問していただけたらいいかなと思ってます。学習コミュニティ興味ある方はね、動画の概要欄に紹介ページのリンク貼ってあるので、そちらぜひご覧になってください。はい、というわけでね、今回の、日本一わかりやすい Next.js 入門の、講座の概要説明、こんな感じで締めていきたいと思います。
Next.js 側のね、公式のチュートリアルをやっていくってところで、僕もね、結構、作るの楽かなと思ってたんですけれど、やっぱり、その公式の英語だけ読んでても分かりにくいところあるので、結構スライドはしっかり作っていこうかなと思っていますので、ぜひ期待していてください。というわけでね、これからもエンジニアを目指す皆さんがより成長できるような動画を上げていきたいと思います。もしこの動画が面白かった、参考になったよっていう方はね、高評価だったり、あとコメントで応援していただけるととても嬉しいです。Twitter でね、ハッシュタグトラゼミっていうのを入れてシェアしていただけると、僕常にエゴサしてますんで、いいねとかリプしたりしに絡みに行きます。で、先ほども、お伝えした学習コミュニティでね、またトラゼミっていうのをやってますんで、技術的な質問とかキャリアの相談とか、コードレビューなんかもしております。最近はね、そのトラゼミに加入してくれた人で、フロントエンドの転職に成功しましたっていう方、何人も出てきているので、そういった方にインタビューをしたりとか、そういった企画とかもしてますので、興味がある方はぜひ概要欄の、リンク見てみてください。というわけで、次の動画も19時に更新していきたいと思っておりますので、チャンネル登録もしね、してない方いたら、チャンネル登録して待っていてください。というわけで、また会いましょう。ありがとうございました。